Bonjour à tous 皆さんこんにちは。今回はスペシャル企画フランスで買えるサロン・ドゥ・ショコラ2025東京のチョコレートを発売前に食べ比べ実食リポートします。実際にパリなどフランス国内にあるブティックの様子もお届けしますので、フランス旅行の参考にしていただければと思います。店舗ごとの詳しいご紹介動画もありますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。この動画は2023年に作成したものに新しい店舗のご紹介動画を加えて2025年版として再編集したものです。プティビズフォンスチャンネル登録よろしくお願いします。では順番に紹介していきます。まずは一番目立っているこちらはパトリック・ロジェのドゥミスフェール、そしてこちらがショコ・オ・キャレの9個入り、そしてこちらがクルイゼルの板チョコレートですね。キャレ16個入りのキャレ、そしてこちらがボナの板チョコ、そしてこちらジャンポレーバンのサブレと2つのチョコレートは去年もご紹介させていただいたベルナションのレ・パレドール、プランケールのタブレットパタタクティネとコフレシズ、アルボンギルメのサブレジャンドゥーヤとプティッビスキュイエコンパーニュ、そしてショコラヴァンサンゲールレのプチベール。それでは一つずつご紹介していきたいと思います。プティビズフランス。まずはこちら、2025年サロン・ドゥ・ショコラ東京に新しく登場するブランケーフの板チョコと卵型のチョコレートを紹介したいと思います。ブランケーフ5つ星ホテルシュバルブロン、そしてルイ・ヴィトンカフェのパティシエであるマキシム・フレデリック氏が2024年11月パリにオープンしたばかりのお店。自身が株主として所有する2つの農場で家族と共に育てた卵、ヘーゼルナッツを使った商品はシンプルながらも5つ星ホテルのパティシエの技が光る美味しさ。で、プランケーフ実は去年サロン・ドゥ・ショコラ東京でプランケーフじゃなくて違う名前でマキシム・フレデリックさんがお店出してたんですよね。で、そのマキシム・フレデリックさんのお店って当時パリになかったんですよ。今回プランケーフとしてデジタルカタログには新しい店舗として紹介されているんですけど、実はこれ去年も実は出てたんですよね。で、左からココナッツ、サラザン、あれですね、そば粉でピスタチオ、ピスタッシュ、マイス、トウモロコシ、ノアゼット、ヘーゼルナッツ、ショコラ、70% のビターチョコレートって書いてありますね。まずは、あれですね、ビターチョコレートからいきたいと思います。かわいいですよね、このチョコレートまた。いただきます。中がこんな感じになってて、かなりザクザクのビスケットが入ってますね。ちょっと塩味の効いたキャラメルカカオって書いてある。美味しい。チョコレート味が強いけどちょっとサブレというかビスケットが入ってる感じなのかなと思ったら、かなりビスケットですね。これ美味しい。美味しい。トウモロコシ気になりますよね。これいただきます。最初、すごいキャラメルで、その後からトウモロコシの香りがしてきて、なんていうんだ、ロイズの、ポテトチップチョコレートがけみたいなのあるじゃないですか。そういう感じの、タコスチップスのチョコレートがけっていう感じの味です。これすごい美味しい。どれも美味しい。まだ2個しか食べてないですけど、絶対どれも美味しいです。すごい美味しい。全6種類の実食レビューが気になる方は、ぜひこちらの動画をご覧ください。そして次、こちら、板チョコですね。サクサクプラリネタイプのっていうのと、ブルターニュのサブレ。
開けるとこんな感じで、なんて言うんだろう、デコボコレリーフみたいな感じですけど、厚さもね、こんな感じで、厚さも結構あるんですよ。このプラリネコスティオンの方からいきたいと思います。中はこんな感じで、いただきます。これも、やっぱり、コスティオンって書いてあるだけで、かなりね、サブレ感が強いので、プラリネサブレに板チョコ風にチョコレートのコーティングがされてるっていう感じ。では、こちら。さっきのはサブレの、粒が大きい感じがしたんですけど、こっちの方が細かい感じがします。こっちの方がやっぱりサブレの粒が小さくて、ビターチョコレートでコーティングされてるので、すっきり食べれる感じですね。サブレ好きのカリカリとか食感楽しみたいっていう方にはぜひここのチョコおすすめですね。続いてはアルバンギルメのサブレジャンドゥやプチビスキュイ、そしてショコラをご紹介したいと思います。アルボンギルメ、フォッション・ピエール・エルメを経て2013年に自身の出身地であるノルマンディーにお店をオープン。現在カーンに3店舗を構え、最初のブティックであるイブギオ通り80番地のお店は2024年8月にリノベーションしたばかり。こちらの映像はカーン中心街のブティックの様子です。まずはサブレジャンドゥーヤ。サブレ生地の上にジャンドゥーヤのクリームが入っていて、その上に薄い板チョコがあります。チョコレート感はそんなに強くなくて、本当にジャンドゥーヤのクリームがメインといった感じのサブレです。なのでノアゼット感、ヘーゼルナッツ感ですねが強くて、もったりした感じ、濃厚っていう感じでしょうか。で、あとね、バニラの香りもちょっとしますね。美味しいです。続いてこちら、ショコラを試していきたいと思います。こちらが、ジャスミンの香りで、こっちが柚子だったと思います。それではいただきます。こっちが柚子でした。結構ね、柚子の苦味と、あとこのビター、周りのチョコレートもビターだし、ガナッシュもビターなので、結構苦味前面に押し出したガナッシュですね。ちょっと大人な感じです。そしてこちらのジャスミンの香りのガナッシュいただきたいと思います。これも結構苦味が前面に出てて、ビタープラスジャスミンの茶葉の苦味プラスジャスミンの香りっていう感じですね。さっきのサブレからは想像できないような苦味前面に押し出した感じのチョコレートでびっくりですね。ビターで特に結構苦めのパンチとかが欲しい人にはいいかも。そしてこちらもこれは完全にジャケ買い、パケ買いですね。もう見た目が可愛すぎて買ってしまったこのチョコレートいただきたいと思います。こちらのミルクいただきたいと思います。くまさん。これもね、結構濃いめの濃厚なプラリネクリームが入ってますね。なんだろう、ショコラもそうだったんですけど、クリーム、中に入っているガナッシュとかこのプラリネクリームとかも結構濃厚ですね。意外。バター感っていうか、もったりした濃厚感がありますね。結構この見た目の可愛さに反して子供向けな感じかと思ったら、プラリネクリームも重めの濃厚めなクリームでした。こちらパトリック・ロジェのドゥミスフェールになります。パトリック・ロジェもとっても有名ですよね。で、2000年にこのパトリック・ロジェ氏はモフを獲得しています。で、なんといってもパトリック・ロジェといえばこのドゥミスフェール、半円型、半球型のチョコレートになりますね。もうこれがダントツでおすすめです。いろんなチョコレートありますけど、革新的ではすごく美味しいチョコレートがパトリック・ロジェになります。で、こちらも以前動画でご紹介しているんですけど、このパトリック・ロジェ氏のチョコレートの彫刻がものすごく素晴らしいので、ぜひ店内をご紹介した動画見ていただきたいと思います。で、私は
夫とも話すんですけど、結局このチョコが一番美味しいんじゃないかなと思うぐらい、とにかくパトリック・ロジェが美味しいし、お土産にはもうこれ。もう誰に渡しても喜ばれるっていうのがパトリック・ロジェです。それでは味見していきたいと思います。こちらの黒のドゥミスフェールをいただきます。On y va. Ok. Ça a l'air trop bon. C'était caramel? Extraordinaire. Il y a un petit peu de chocolat, Ouais, chocolat. mais surtout il y a le côté liquoreux, Ah, d'accord. hyper doux. D'accord. C'est trop trop délicieux. Pour moi c'est 5 étoiles. 5 sur 5. Oui, 5 sur Les 5. notes 5 sur 5. Aucune hésitation, 5 Ouais. sur 5 pour moi. では、私はこちらのブルーをいただきたいと思います。どこのチョコレートよりも中がトロトロなんですよ。で、指で持つと溶けていくような感じで繊細さがもうすごいですね。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。もう他のに比べてとろけ方が全然違う。どういうタイプで作ってくるかとかにもよると思うんですけど、パトリック・ロジェは特別です。続いてはこちら、ショコキャレのチョコレートになります。かわいいですね。ルービックキューブみたいな。キャレってここ、平方メートルの時とかもなんとかメートルキャレとかって言うんですよ。だからそれにちなんで M2 みたいな感じでショコ2になってますね。今回はショコキャレのスペシャリテの9個入りを買ってきました。このショコキャレは実は名前聞いたことあったんですけど、私はまだいただいたことがなくて、なので今回楽しみにしている一つでもあるんですけど、シェフジャンピエール・ロドリゲスさんはピエール・エルメやパトリック・ロジェなど数々の名店で修行された方だそうで、そういう意味でもすごく注目のショコラになるんじゃないかと思います。で、2017年にパリ14区にお店をオープンしました。2018年にはパリの15人のショコラティエに選出されたそうです。お店に行くと自分でこの好きなフレーバーを選ぶことができます。Qu'est-ce que tu veux? Celui-là. Ah oui, c'est vraiment un cube. はい。このキューブのタイプがスペシャリテになっています。Merci. Oh! Il y avait une surprise à l'intérieur. ああ、だか中はこんな風になってて、中にノワゼットが、ヘーゼルナッツが入ってました。では、いただきます。あ、結構香ばしい。Hmm. Il n'y a pas vraiment le surprise, mais plutôt agréable. Pas mal. 3 sur 5. Je dirais 4 sur 5. 4 sur 5. Ah, tout d'abord, ce que je ressens en bouche, c'était un peu comme la chaleur qui arrive. Il y a vraiment un côté hyper gourmand. Ouais. Et ensuite, évidemment, je crois qu'on a goûté un peu le top du top avant. Ouais. Donc en termes de texture, c'était un peu moins subtil. Ouais, on est d'accord. Un peu moins de goût, un peu moins subtil. Mais quand même, ça reste hyper délicieux. そう、このキューブのは実はお店でも試食をさせてもらって、ただ結構ね、このキューブ型になってるので、大きいんですよね、口に入れると。で、それをこう、さっきも割ってみたように、中にカカオエットとかヘーゼルナッツとか入ってたりするので、やっぱ一口でいきたいものなんですけど、一口でいくと噛みづらいというか、それがちょっと難点かなっていう。でも見た目は可愛いし、味も美味しいです。続いてはこちら、ジャンポレーバンのサブレとチョコレートになります。もうジャンポレーバンに関しては説明はいらないんじゃないかなっていうぐらい有名だと思うんですけど、伊勢丹さんといえばジャンポレーバン。初期のサロンドゥショコラといえばジャンポレーバンというのがこのジャンポレーバンだと思うので、もう説明もいらないかと思うのですが、フランスブルターニュ地方の出身のジャンポレーバン氏はフランス国家最優秀職人賞モフを持っている方ですね。数々の栄光に輝く言わずと知れたショコラ界の巨匠。で、今回はジャンポレーバンは知ってるよっていう視聴者の方が多いんじゃないかなと思って
今回初登場だと言われているこちらのサブレ。で、これ実は厳密には日本で売っているサブレとは全く同じ味は手に入らなくて、サロンドショコラで販売しているサブレロンキャラメルは以前はパリでは売っていたそうなんですけど、現在はなくて、こちらはエピスとジャンドゥーヤ、スパイス&ジャンドゥーヤのタイプのサブレを買ってきました。で、一応チョコの比較ということなので、定番の、ジャンポーレーバンって書いてあるのと NHK、N アシュカーですね。N アシュカーのこの2つを買ってきました。では、こちらのジャンポーレーバンのサブレ、実はこれすごい期待してるんですよね。いただきます。このクッキー、粉砂糖をすっごいいっぱい使ったタイプの柔らかいサクサク感で、スーって口の中で溶けていくような感じのサブレです。で、食感も見た目結構ガリガリ硬いタイプのサブレなのかなと思ったら、本当にふんわりとしたでもサクサク感は残っているタイプでした。もうちょっとこの中心のチョコレートがチョコレート感出してくるかなと思ったんですけど、そんなにしないので5点中3点。クッキーとしては素晴らしいけど、サロンドショコラでチョコレートを買うっていう意味では、わざわざこのクッキーを買うかっていうと、っていうところですね。それではこちらのジャンポーレーバンと書いてあるタイプのチョコレートを試食していきます。中はガナッシュチョコレートですね。ガナッシュのチョコレートを食べていきます。うわ、美味しい。何これ。半分に切ったっていうのもあるんですけど、口に入れる直前から香りが高いです。食感も、外のチョコレートのガリガリ感と、中のガナッシュのとろける感じと、やっぱり上品な香り高いチョコレートっていう感じですね。ジャンポレーバもやっぱりおすすめですね。もう王道で、かつ品が良くて美味しいチョコレートですね。4.5 かな。なんでマイナス 0.5 かっていうと、今回サロンドショコラ企画ということで、ジャンポレーバンは日本に店舗があるので、いつでも手に入るっていう意味で 0.5 です。でも味としては正直5です。なので、でも逆に言うなら、表参道ヒルズの中とかにも売ってましたよね。今ちょっと売ってるかわからないんですけど、そういう意味では、伊勢丹さんと表参道ヒルズでも手に入る。手に入りやすくはないけれども、他の店舗でも手に入って、絶対人に喜ばれるっていう意味ではすっごくおすすめです。ジャンポーレーバン美味しいな。なので、ジャンポーレーバンを買う際にはクッキーいいですけど、これはあんまりチョコが得意じゃないっていう方向けかなっていう感じです。ジャンポーレーバンはやっぱりチョコレートがおすすめです。プティビズフランス。プティビズフランス。こちらは去年も動画でもご紹介させていただいたベルナションのチョコレートになります。ベルナションはもともとリヨンのお店なんですけど、数年前にパリのお店ができたので、こちらも今回パリで購入できるということで中に入れさせていただきました。1953年創業の老舗。創業当時から中南米のカカオ豆を仕入れて自社で加工までしています。で、現在は創業者の孫の代3代目がお店をやっています。今回日本で紹介されている3つの板チョコがパリでは売ってなかったので、この一番有名なレパレ豆腐を買ってきました。で、こちらパレ豆腐がスペシャリテなんですけど、サロンドショコラ2023ではショコラアソートの中にこのパレドールが入っています。で、以前紹介した時には、ショコラアソートに近いような形で自分で選んで買ってきたので、詳しく知りたい方はぜひそちらの動画をご覧ください。それではこちら、ベルナションのパレドール。これは指原莉乃さんの YouTube で田中みな実さんがすっごい絶賛してものすごい有名になりましたよね。中はガナッシュです。いただきます。美味しいです。クラシックなチョコレートタイプで、ちょっとだけ酸味が奥に残るんですけど、基本的には柔らかいタイプのガナッシュです。今回も販売されるベルナションの板チョコは動画にはありませんが、私も何種類か実際に食べていて、
中のナッツやフルーツが板チョコとは思えない贅沢感のある味わいで美味しいです。ヴァンソン・ゲフレ。ヴァンサン・ゲルレが故郷ナントに1997年にオープンしたお店。チョコレート消費者協会からフランスの最高のチョコレートを受賞。人生で味わうべき50のパティスリーに選ばれたりなどする実力者。現在、世界最高峰の洋菓子職人協会ルレデセーフの会長を務めています。彼のシグネチャー、プチベールを試食していきます。こんな感じのプラリネチョコレートです。で、中サクサクしてるんですよ。っていうのも、中にサブレ、ビスケットって感じですかね。が入っているので、中サクサクしててとっても美味しかったです。この2つはパート1で紹介されているフランス・パリで買えるチョコレートになります。この2つの板チョコレートに関してはもちろんパリ内に店舗、ブティックもあるんですけど、実はボンマルシェの隣にあるラ・グランドエピスリーで買うこともできます。で、こちらのグランドエピスリー、16区にも1店舗あるので、7区にあるグランドエピスリーと16区にあるグランドエピスリーで購入が可能です。もしパリにお越しの際、お土産などで買いたいという場合は、こちらのラ・グランドエピスリーをご利用されると便利かもしれません。まずは、ボナ。老舗のショコラトリーになります。創業は1884年で、創業当初からカカオ豆からチョコレートを作っているというお店です。で、今回は日本のサロンドショコラでもご購入が可能なグランクリュチュアオを買ってきました。もしパリで今後購入されるという方に注意なんですけど、ボナの板チョコレートのシリーズってこの色がいろいろあるんですけど、この白い紙で包装されている板チョコレートの種類が5、6種類実はあって、で、ここを見てください。このチュアオっていうところ、このあたりにだいたいどこ産のチョコレートとかチョコレートの詳細が書いてあるので、で、今回はチュアオが紹介されていたので、こちらをご紹介したいと思います。ボナの板チョコレートを試食していきます。これかわいい。真ん中にね、ボナって書いてあるんですよ。で、このグランクリュのチュアのタイプは、ちょっと他の板チョコレートに比べて、若干お値段が高いタイプでした。こちら、結構ね、厚くて今切るのも、割るのも大変だったんですけど。こちらのタイプ。Tu veux? Je prends moitié de ça. Hyper intense. Vraiment cacao, chocolat. Mais c'est bon. Hein. Ah oui, 75% de chocolat. 95, pas 75. Oh, c'est 75. Ah bon? Ouais, 75. Mais j'ai l'impression que c'est presque 100%. J'ai jamais vu, j'ai jamais senti autant de chocolat. Ah d'accord. そう、これがでも3 sur 5. Moi 3,5 sur 5. Mais juste parce que c'est pas mon favori, mais honnêtement si. Mais il y a des gens qui adorent ce type de chocolat, bien amer. Le côté chocolat, il est ultra intense. 美味しいチョコレートで本当に王道の 75% のカカオのチョコレートという感じですね。ちょっと食後のコーヒーと一緒に食べたいような感じですね。ただ、今回選んだのがこのグハンクリュのタイプっていうのもあって、新たな驚きっていうのがないっていう意味では、5点中3っていう感じですね。そして、こちらのクルイゼル。パリにももちろん店舗があるんですけど、もともとはノルマンディーで1948年に創業したそうです。フランス政府が発行する無形文化財企業の証、ウーペーベラベルを2012年に認定され、さらに2017年にも再認定されたそうです。こちらのクルイゼルも共同する農家から直接カカオ豆を仕入れて、加工などのすべての工程を一貫してこのクルイゼル社で行っているそうです。16個のキャフェが入った箱を買ってきました。サロンドショコラ2023では、コフレイニシエーションルソンズショコラ55枚入り
というのがあって、それのちっちゃいバージョンだと思っていただければいいかなと思います。このキャレっていうのは四角っていう意味なんですけど、エスプレッソとかコーヒー飲んだ後にちょっとかじるタイプのチョコレートで、産地によって味が楽しめるというものになっています。で、こちらはすべてのキャフェが 70% 以上のビターチョコレートになっています。これ可愛いですよね。見た目の箱が。これも素敵だなと思いました。試食していきたいと思います。どれがいいかな？ 70% のこれにしてみますかね。こちらを食べていきたいと思います。でもこういうの本当にいいですよね。なんかちょっとご飯食べた後に、ほんとちょっとだけ甘いものを食べたいっていう時にこういう板チョコとか、こういうキャフェ、こういうタイプだとちょこっと食べられていいですよね。あ、美味しい。すごい。なんだろうこれ。結構苦いし、酸っぱいですね。この私が食べたタイプ。本当になんか豆の特徴がダイレクトに来るっていう感じですね。さっき食べたボナの 75% よりちょっと苦く感じるんじゃないかっていうぐらい、苦味がありますね。これを食べ比べに面白いかもしれないですね。これも3かな ?5 点中3点っていう感じですね。プティビズフランス。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のフランスで買えるサロンドゥショコラ東京2025年出店ショコラの食べ比べ動画いかがだったでしょうか？ご購入の際の参考にしていただければと思います。各店舗の詳細動画もありますので、ぜひそちらもご覧ください。もしチョコレートを買いたいと思ってもらえたら、いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。ビズビズ。